こんにちは、ゆっくり雑談の時間だよ。いよいよ来月から連載再開ね。今月はお休みだけど、展示会と合わせて期待感が勝るわ。そうだな、年末にイベントを固めてきているな。詳細は不明だけど、長野先生が登壇するイベントも予定されているようだぜ。前回みたいに展示会の初日に人数限定で開催するのかしら？わからないな。でも今回こそは長野先生のイベントに参加したいぜ。そうね、前回は惜しかったわ。来月のニュータイプで詳細がわかるだろう。楽しみだな。それで今回はどうするの？人物紹介の続きってことでリリニーゼルを紹介しよう。あれ、大具じゃないの？大具とジークは新刊が発売してからにしたい、未収録のネタバレが多いからな。確かにそうね。じゃあ、単行本収録部分のネタバレはあり。それでもいいよって人は、ゆっくりしていってね。さて、このリリニーゼルというキャラ。私の中にいない人格すぎて当初は理解がおぼつかなかった。どういうこと？神話や宗教、伝説、もちろんファイブスター物語をも含む創作物を大量に摂取してきたけど、彼女ほど人格がつかみづらい人物はいなかったってこと。彼女が本格的に描かれ始めたのは13巻。なんと若作りしたママとして初登場した。しかし息子に向かってあなたのためになら何でもする。死ねと言われたら死ぬし、裸で街を歩けと言われたら歩くとか、とんでもないことを言う。しかもなんだかおどおどしているんだ。そんな母親に向かってジークは、お母さん、変わりましたね。あのお母さんがそんなことを言うなんて、今のお母さん、好きです、という。少し遠い目をして、なんか、絶対訳ありとしか思えないよな。確かに、このやりとり、心にトゲが刺さったみたいで違和感がすごいわ。その後、リリはフィルモアのブラウ王家の女王陛下として再登場した。全く別人にしか見えないが、若作りファッションの時と同じサンダルを履いているコマが書かれており、同一人物だとわかる。極端な二面性？単なる情緒不安定とも違うような。本当に理解不能だったぜ。確かに、漫画に限ってもこんな女性キャラ見たことないわ。そんなわけで、長らく理解不能なキャラだった。多重人格のマドラよりわけわからん。確かにそうね。でも物語が進展していくと、彼女の複雑さの理由が見えてくる。まず彼女はフィルモア王家の一つ、ブラウ家の当主であり、しかも強力な騎士でもある。そして直情的な性格をしていて、学生時代に女王になっていたにもかかわらず権威に反発していた。自分こそフィルモアの大権威なのにな。若者あるあるね。そんな時、リリはノルガン・ショーカムという青年と恋に落ち、男の子と女の子を出産する。ノルガンもまた法律を学んで権威に挑戦しようとするタイプの青年だったから、惹かれ合ったのだろう。しかしノルガンは神経反応減退症という不治の病で命を落としてしまう。これだけなら、おてんばの女王様が一般人と恋をして死別した。二人の間には子供がいた、で済む。しかし死に際にノルガンはとんでもない告白をする。なんと、彼はボルガレーダー女王ポーラとバルバロッサ王バシルの間に生まれた子供、ワイプボルガレーダー皇太子だったのだ。つまりフィルモア三大王家のうち、二つの血を持つ青年だ。そこにブラウ家のリリの血が加わった。これにより、リリとショーカムの子供はフィルモア三大王家すべての血を受け継ぐことに。これにより元老たちの持つ権力を超える血の正当性を持つ個人が生まれた。それこそが、ジークことサイレンとその妹、ナリだ。この二人は生まれながらに権力闘争の的になった。なるほどね、大変だわ。それで、ここからは断片的にしか書かれていないから、推測を含めて話す。リリニーゼル・ブラウ・フィルモアというのが彼女の正式名称だが、サクリファイスという称号を持っている。サクリファイスとは帝国の皇位継承権第一位を守る、帝国最強の騎士の称号だ。つまりサクリファイス・ニーゼル。彼女は剣聖、エナダイグ・フィルモアを除けばフィルモアで最強の騎士ということになる。リリはサクリファイスとして帝国一でなくてはならないという決意のもと、エナに三度も戦いを挑み、その都度重傷を負っている。なんでだかわかるか？どうして？皇位継承権の1位は誰だ？ジークボーことサイレントなりね。二人を守るため？そう。そして三度目の立ち会いがあったのはナリが生まれたタイミングだ。おそらく一度目はサクリファイスになった時、二度目はサイレンが生まれた時にエナに挑んだのだろう。エナは捨て身で挑んでくるリリの目に狂気があったという。それは子供たちを守ろうという決意の表れだったのだと思う。なるほど。権力闘争から子供を守るために権力だけじゃなくて、武力も必要だったのね。政治の世界で騎士の力がどれくらい役立つかわからないけど、それでも帝国最強という看板を使って子供たちを守りたかったのだと思われる。しかし結果として、ジークは出奔。ナリはバシル王に取られてしまう。リリは政治的な理由で子供を二人とも失った母親なんだ。リリがエナに挑んだエピソードも初見だと本当に訳がわからなかったぜ。
でも読み返していくと、なるほど、となった。13巻で再会した時にジークがリリにお母さん、変わりましたね、と言ったのもわかる。多分、ジークが出奔した時のリリは、かなり張り詰めていたんじゃないかな。もともとリリは曲がったことが嫌いで感情豊かな女性だったのに、自分を守るために権力闘争で鬼になっていくのを見るのが嫌だったのだろう。それでしばらくぶりに再会したらふにゃふにゃになってた。びっくりよね。おそらく、あれがリリの巣に近くて、自然体で会おうと思いながらも張り切ったらああなった、のだと思うぜ。それでファッションショーのコマがあったのね。この人間性の複雑さ、すごいよ。長野先生の女性ストックは潤沢だな。母性を書くときにここまでひねって書く作家は珍しいと思う。初見でなんだこれは、と思ったのも当然だよな。母性の狂気っていうのもすごい。もうだいぶ前から創作物における親子問題は、母子問題と言ってもいいほどの状況だ。克服すべき父親はなく、男子女子ともに、母親の呪縛をどうやって解くかっていうのが最近のトレンド。そこに登場する母親には、子供が自由に自分の人生を生きられるようにっていう思いは、ほとんど全くない。自分の代わりに巨人の星になれとか、ロボットに乗って戦えとかいう支配的な父親の代わりに、支配的な母親が登場したんだ。でも、リリの母性っていうのは子供を愛着などで支配しようとする母性ではないよな。そういう意味でリリの狂気っていうのは、本来の意味での母性の表れだったと思う。少なくとも、長野先生は子供を守ろうとする母親の思いは、時に狂気じみた強さを持つ、と考えているはず。確かにそうね。以前、あんたは長野先生は保守的な作家だと言ったけど本当にそうだと思うわ。デザインの独自性や特殊な作品設定、ロック兄ちゃんっぽい発言の裏には、伝統的な価値観があるんだよ。だから逸脱できるのだと思う。個人的には実は富の雲体よりも長野先生の方が伝統の価値を重んじて、保守的なんじゃないかとすら感じる。イメージ的には逆よね。富の雲体の作品って王家みたいな伝統を破壊するのが多いように見えるんだよな。それ、ほんと？いや、厳密に数えたわけじゃないけどさ。イメージとして私はそう思う。おそらく、それがこの指定の世代の違いなんだろうぜ。さて、リリというキャラの紹介はこんなところだ。これから新たな皇帝のもと、リリはどういう役割を果たすのか？クリスケンとの関係も気になるわね。フィルモアは最強騎士が全員女性なんだよな。あんなに軍事大国とかいういかついイメージなのに。確かに2巻とか3巻の頃からは想像できなかったわ。今回の動画はこんなところで終了にするぜ。ジークとダイグについては新刊発売後に、二人まとめて動画にしようと思う。待ち遠しいわね。あ、そうだ。今回はちょっと最後に募集をしたい。実はウプ主が関わったお仕事で今月末納期なのに、日本語ネイティブスピーカーの人手が足りてなくて、リファーラルの依頼があった。誰もが知っている世界屈指のスーパー大企業の仕事でドル建て。英語は不要だから詳細はコメント欄トップか、動画説明欄のリンクから見てほしい。また、限定動画は週末くらいにあげるので、ちょっとお待ちくださいだぜ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録や高評価いただけると幸いです。それじゃ、またねー。